痩せたければカロリー制限じゃない。9割の人がやっている間違ったダイエット法。糖質制限やカロリー制限をして痩せたけど、いつの間にか太ってしまうのを繰り返している方。運動もダイエットもしているのに、お腹の脂肪だけが落ちずに挫折している方。お腹の脂肪を落としてリバウンドせずに美しく痩せるコツを知らずに損をしている方が多いです。お腹の脂肪が落ちないのは根性や年齢の問題じゃなくて、様々なホルモンの作用や脳の作用をコントロールできずにいるだけなんです。50代からでもちゃんとお腹の脂肪は落とせるのですが、陥りやすい落とし穴、それを知らずに苦労している方も多いです。消費カロリーよりも摂取カロリーが低くなるアンダーカロリー状態を作ったからといって、お腹の脂肪が落とせるわけではありません。カロリーを気にせずに食べることを楽しみながらストレスなく一生続けられる食事法でなければ、結局スリムなお腹は期間限定になってしまう。運動は魅力的ななりたいボディラインを作ったり、疲れない元気な体作り、基礎代謝を上げて痩せ体質になるためにも大事だけど、運動だけで全ての解決にはならない。今日この動画を見ていただくことで、9割の人が知らずにダイエットに苦労しているダイエットの落とし穴、間違いを4つのポイントに分けて学んでいただけるので、皆さんのダイエット生活が明日からすぐに方向転換できて、誰でもお腹の脂肪を落とせるようになります。1、カロリー制限をしても痩せないわけ。2、痩せることと運動の本当の裏話。3、ダイエット成功の秘密。4、一撃で痩せる魔法の真実。ちなみに私は普段このチャンネルで50からでもなりたい体になれるということを私自身の体で体現しながら、的確で効率的なエクササイズを同世代の皆様にご紹介しながら、皆様と一緒にただ痩せるだけじゃなくて魅力的で健康的な体づくりを実現するヘルシーセクシーフィットネスという活動を行っている54歳、筋トレ嫌いで食べることが大好きなトレーナーです。同世代の皆様が私と一緒にどんどん健康的な美ボディを実現されているので、それが私自身の体づくりの大きな励みになっていて、みんなでお互いに高め合う、そんなチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録していただいて一緒になりたい体づくりをしましょう。今日の動画はこれで万年ダイエッターを卒業ということで、ヘルシーセクシーフィットネスチャンネル登録者1万人記念エルザップ隊員の皆様へ感謝プレゼント企画、特別コラボ動画になります。普段私がパーソナルトレーナーとしてクライアント様の食事面の指導をさせていただくときに、私のダイエット栄養健康学の知識だけではなくて、健康的に確実に痩せるための食事指導のスペシャリストにもご協力をいただくことがあって、そうしたときに私がとっても頼りにさせていただいているダイエット講師の先生に今日特別ゲストとしてご参加いただいて、有料級で一生もののダイエット法をご紹介します。ヘルシーライフアドバイザーの今井先生にお越しいただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、ということで、先生はですね、医者が言わない健康のお話、あとダイエットのお話ですね。ダイエットのお話、ということで、お医者様も皆さんに伝えてくださらないというようなところを直接アドバイスしながら改善していかれるという、切り込んでいってくださるということで、今までたくさんの方を救ってこられたダイエットの闇からということですよね。僕は、ただ痩せるだけじゃなくて体質改善をしながらダイエットということを、例えばですね、DK さんという方が男性の方ですけれども、40日で 7.2 キロ、そしてその後継続して5ヶ月で14キロ、そして、過敏性腸症候群を改善、そして脂肪肝を改善してます。脂肪肝もですか？はい、そうですね。すごい。脂肪肝ってそんな簡単に治るの？そうですね。しかもその40日後の検査で最初の 7.2 キロの段階で脂肪肝がほとんど消滅してましたので、S さんって方は男性ですけど、この方も40日で 5.6 キロ、ですね、マリアさんって方は、過食、そして糖質依存でオートファジーやっても痩せられない、という方だったんですけれども、最初の1ヶ月で体脂肪率 1%、体重1キロ、そして体脂肪率 3%、そして体重3キロ、そして、小腸内細菌増殖症って SIBO ってあるんですけど、それも、改善したと。そして片頭痛も改善されたということで、なんかあれでしたよね、その方の、ダイエット指導に関して受け負われた際に、最初に運動を
しろっておっしゃったっていうのはお聞きしたことがあったと思うんですけど、はい、まず最初に歩いていただいて、その間にメニューを考えて、で食事なり運動なりっていうプログラムをさせてもらったり。歩く習慣をつけた後にそうですね、まずお食事ももちろん大事ですけど、やはり体を使うっていうこともすごく大事なので、過食症とかのね、そういうメンタルヘルスを整えるっていうところでも、そういうところからアプローチしていくっていうことを、あともう一人ユミさんって方は59歳の方なんですけれども、3週間で2キロですね、1ヶ月で3キロ痩せて、肌ツヤも良くなってですね、疲れ知らずになったということで、皆さん体質改善とともにダイエットに成功するということで、はい、ただ痩せるだけじゃなくそうなんて、ですね、健康体になられて、そういうことですね。皆さんすごい素晴らしい結果を出していただいているので、僕もとても嬉しいです。ありがとうございます。それではですね、今日は早速本題に入りたいと思うんですけれども、それでは本題に入ります。ポイントその1、カロリー制限をしても痩せないわけ。カロリーの呪縛に振り回される失敗例。とにかく消費カロリーよりも摂取カロリーを減らせば痩せる。でも急激に落とすとリバウンドも心配だし、そもそも続かないから、例えば毎日ご飯1膳分程度の250キロカロリーぐらいのアンダーカロリー状態を作って着実に痩せようっと。そのぐらいならそれほど大げさな食事制限も過度な運動もなくても実現できるよねと取り組む方も多いと思います。よく知られていますが、1kg の体脂肪を落とすのに約7200キロカロリーのエネルギーが必要とされていますよね。仮に体重 60kg の方が 5kg の体脂肪を落とす場合、かける5で36000キロカロリー、毎日250キロカロリーのアンダーカロリーを作れたと仮定して、その場合36000割る250イコール144日、約5ヶ月ほどかけて 5kg の脂肪を落とせる計算になりますよね。脂肪を落とすっていうのはやっぱりそれなりに長期戦だけど、5ヶ月で5キロ体脂肪が落とせて1日あたり250キロカロリーマイナスでいいなら無理なく頑張れそうと思いますよね。ですよね。される方多いですよね。そうですが、そういう感じになっちゃうんでしょうね、きっとね。でもそこが案外落とし穴でもあります。1日マイナス250キロカロリーにして約35グラムずつ体脂肪を減らす。月曜から日曜まで7日間、5ヶ月間完璧にやれればすごいですが、仮に週末土日だけは楽しく緩める日として設定したとします。または週に2日ほどモチベーションが保てない日やお友達とのお付き合いがあったりして多少カロリーオーバーしたとします。ドカ食いではなくてちょっとだけのオーバーですよ。月から金でマイナス 35g×5 日間イコール 175g マイナス。週に2日それぞれプラス 35g、 つまり平日よりもわずか500キロカロリーだけオーバーしたとして、それを2日楽しんだ分プラスされる体脂肪が 70g。 これだと差し引きして毎週たったの 105g しか体脂肪を落とすことにはなっておらず、1ヶ月経ってもマイナス 450g にも届きません。5キロに到達するには12ヶ月、丸1年。1年間ドカ食いなしで完璧にこなせる方は、計算上はとりあえず1年後には体脂肪がマイナス5キロ。そのお祝いのドカ食いをすることもなく、その後一生これをやり続ける意志の強い方なら大丈夫でしょう。でも大半の方は自然消滅からのリバウンドの可能性大、または同じダイエットを繰り返す無限ループです。さらに一番の落とし穴は、このようにアンダーカロリーを作ったからといって計算通りに痩せるわけではないという残念な事実があることを、未だに多くの方が知らずに苦労しているということです。摂取カロリーを消費カロリーよりも減らせば痩せる？運動すればカロリーが消費されて痩せる？人体はそんなに単純にはできていない。1990年から2010年の20年間にかけて行われたアメリカ国民健康栄養調査によると、摂取カロリー増加と体重の増加に相関関係はないという衝撃のデータが示されました。この20年間の調査の期間中、肥満の人は1年ごとに 0.37% も増加したのですが、摂取カロリーはほぼ一定で増えていなかったのです。イギリスでも同様の調査が行われて、摂取カロリーの増加も脂質摂取の増加も肥満とは比例せず関係がなかった。つまり肥満と摂取カロリーや脂質の摂取には因果関係はないとの結論が出されました。イギリスでも肥満率は上昇しているのに対し、摂取カロリーは実際には減っていたんです。
体重減少量は消費カロリー引く摂取カロリー。この公式は完全に間違いというわけではないです。しかし、この公式が成り立つのは、まず私たちの基礎代謝による消費カロリーが常に一定であるという前提です。さまざまなホルモンによる体内環境の変化も腸内環境の変化も何も受けずに常に一定であるということが前提のこの公式は、実際にはほとんど機能していないということが容易に想像できるはずです。基礎代謝量は一定ではないんです。ほとんどの人が知らない衝撃の事実ですが、摂取カロリーを減らすと基礎代謝量は最大で 40% も減少するんです。逆に摂取カロリーを増やせば基礎代謝量は 50% も増えるということが言われているんです。カロリー制限をすると体が飢餓状態にあると判断することがあります。それによって食事から摂取したエネルギーを少しでも体内に多く取り込んで蓄積しようとするために痩せにくい状態になってしまいます。過度のカロリー制限でなくてもそうなるんです。また50代以降の女性というと筋肉量が激減しているのが一般的ですよね。カロリー制限をするとさらに筋肉が落ちやすくなります。筋肉が落ちると基礎代謝での消費カロリーはますます下がって、これも痩せにくくなる原因になります。基礎代謝、これは重要なキーワードになりますので、後ほどまた深掘りしていきます。ゼロカロリーの罠。よほどの暴飲暴食でない限りカロリーに縛られなくても正しい食事法さえ身につければ痩せられるという事実を多くの人が知らずに苦労をしています。わかりやすいのがゼロカロリーの罠です。ゼロカロリーコーラなどの飲料はゼロカロリーなのでカロリーは確かにないのですが、甘い味を出すためにご存知の通り人工的な甘味料が使用されています。本来糖質を摂ると分泌されるインスリンというホルモンが人工甘味料に反応し分泌されてしまうんです。インスリンには脂肪を蓄積しようとする作用があるため、過剰に分泌されてしまえば糖質の多い食事をとった時と全く同じように太ってしまうんです。このようにカロリー制限でダイエットは解決しないのですが、今ご自身が1日どのぐらい食べているのか、本来どのぐらいが適正なのかということを一切イメージすることもできていなかったとしたら、何をもって暴飲暴食とするのかすらも分かりませんから、自分には1日にどれぐらいのカロリーの摂取が適切なのかというぐらいの目安を知っておくこと自体はダイエットを成功させるために有益な基礎情報だとは思います。でも人間の体はもっと複雑で、カロリー計算通りに脂肪の代謝や蓄積が起こるわけではないので、アンダーカロリーを作ることだけでダイエットは成功しません。ポイントその2、痩せることと運動の本当の裏話。50代、ただ痩せたらしわしわにしぼむ。それは絶対に嫌ですよね。ただ単に痩せたらおばあさんか一直線。だからこそなりたい体のラインや張りのある若々しい皮膚感やシルエットを作るために筋トレ系エクササイズは外せません。30歳以降1年ごとに 1% 筋肉が減少するとも言われていますので、逆に筋トレによって筋肉量を 10% 増やせたとしたら、10歳若返ったような若々しい見た目になるだけではなくて、年々減っていく筋肉量が増えることによって基礎代謝が上がって痩せやすくなります。それに体力が向上しますから、疲れにくくて元気に毎日が送れるようになります。ただしダイエットという意味で運動によって消費されるカロリーはそう多くはありません。運動はカロリー消費のためにやるというよりも、じっとしているだけだとただただ減ってしまう筋肉量を増やして基礎代謝や体温を上げて、寝ているだけでも基礎代謝だけでどんどんエネルギー消費ができるような体を作るためであったり、魅力的ななりたいボディラインを作るためであったり、元気に生活できる体力や免疫力を向上させたり、あちこち痛くならない健康体を維持するためにとても大切です。運動はダイエットの効果薄いの？とおっしゃる前に朗報です。これこそが知られざる運動によるダイエット効果。運動はダイエットの協力者となるホルモンを活発に分泌させるんです。その点を考えると、やっぱり運動には得しかないんです。例えば脂肪動員ホルモンと呼ばれるアディポキネチックホルモン、
これは成長ホルモンノルアドレナリンやアドレナリンといった脂肪を燃焼させるのに効果的なホルモンの総称です。体の交感神経、つまり体を活発に活動させるときに働く神経、これが優位になったときに脂肪動員ホルモンが分泌されるんです。つまり運動すると脂肪動員ホルモンが分泌されやすくなります。脂肪動員ホルモンは体を興奮状態にする働きがあって、酵素リパーゼが活性されて体脂肪が分解されやすくなり、またミトコンドリアの活動も活発になりますので、脂肪燃焼効果が高まるんです。もともと通常体は活発に運動することでリパーゼなどの酵素を活躍させて脂肪が蓄積されるのを防いでくれるメカニズムを持っているんです。それこそが食事のコントロールだけでなくて運動を並行すべきという理由の一つです。さらにびっくりなおまけ情報ですが、脂肪動員ホルモンは空腹を感じさせにくくするという効果もあるそうです。いつ運動するのが最高に痩せるのか。適度な運動を正しい食事と並行すると、運動による成長ホルモンなどの分泌で脂肪燃焼もスムーズになって、実際に痩せた後の体のラインがしおれた老けたものではなくて美ボディになるわけですから、これを同時進行しない手はないですよね。ではダイエットに運動も取り入れようと思った時に、筋トレ系エクササイズや有酸素運動は食後なのか空腹時なのか、効果が一番高いのはいつなのか。これには諸説ありますが、私が実際にたくさんのクライアント様を指導してきた経験から結論だと思っているのは、この時間にやらないと効果が薄いなどと気にしすぎて、結局ご自分の生活の中に運動を習慣として組み入れることができないまま、やらない日々ばかりが増えるという結果になってしまうというのが一番意味がないし、一番残念なあるあるだということです。ですから極端に言えばいつでもいいんです。いつどのタイミングなら生活の中に無理なく歯磨きレベルの習慣にして、ノーストレスに自動作業のように組み入れられるのか、それを誰でもないご自身の生活の中で真剣に考えて、これだというタイミング、時間、これを見つけ出してあげるのが絶対だと思います。その上で、ちなみにという参考知識として、空腹時の運動も食後の運動もどちらも強みがあって弱みもあります。空腹時に有酸素運動をやると蓄積された体脂肪をエネルギーとして真っ先に燃やしてくれるということもよく言われていますが、同時に大切な筋肉まで燃やされてしまうという可能性があるという意味で、完全な空腹時に行うのはややリスクが高いと言えます。その場合、消化が早くて即座に小さなエネルギーになってくれるバナナを1本食べてからなら、そういうデメリットを少なくできると思います。空腹時のタイミングで運動する方はバナナやプロテインドリンクなどを摂取してからにしましょう。そして食後の運動はというと、昭和の時代にはお腹が痛くなるからダメだよとか言って避けられていましたけれども、近年の研究では糖尿病治療のお医者様なども食事直後の軽い筋トレを推奨されています。以前このチャンネルでも食事直後15分以内にやる太らないためのクイック筋トレの動画を出しました。概要欄にリンクを貼っておきますので、後でまた見てみてくださいね。食後15分から30分の間が最も血糖値の急上昇が起こるため、その急上昇を抑えるために食後15分以内に5分10分でいいので筋トレをして、食べた分の糖を筋肉運動のエネルギーとしてすぐに使ってしまうということです。食後ゆっくり横になると牛になるなんて昔の言葉がありましたが、これは本当なんです。唯一絶対に運動を避けた方がいいのは就寝直前のきつい運動です。眠りに入りたい時間の最低でも40分以上前には運動や熱いお風呂も終わらせていないと、脳が興奮状態になっていて睡眠の質が落ちてしまいます。ただし入眠直前に全身にゆっくりと血流やリンパの流れを促すストレッチやマッサージであれば、むしろ積極的に取り入れると睡眠の質をぐーんと高めてくれる効果があります。男性に比べて体の冷えや血行不良が慢性化しがちな女性には特にこれをやることをお勧めします。そんな時に使えるナイトルーティンのストレッチ、こちらも以前に動画を出しましたのでリンクを概要欄に貼っておきます。このように睡眠はとてもダイエットに重要なので、ダイエットのための睡眠の重要性についても後ほどまた解説します。
ポイントその3、ダイエット成功の秘密。ダイエット成功の秘密その1、摂取カロリーよりも基礎代謝量。たくさん食べているのにスタイルがいい人っていますよね。そこに大きく関係しているのが基礎代謝です。若い頃と同じダイエットで痩せない理由は基礎代謝です。もともと女性は男性よりも筋肉量が少ない上に、20代30代をピークに40代には目減りし始めます。一般的に50代以降の女性というと筋肉量が激減している状態なわけですから、筋肉量を増やすことや運動で体の基礎代謝を上げることはとても重要です。基礎代謝が上がるイコール寝ていてもたくさんのエネルギーを消費できるということ。基礎代謝は心臓を動かす、呼吸をする、体温を保つなどの人間が生きていく上での細胞や臓器などを働かせるために消費されるエネルギーのことです。残念なことに基礎代謝量は何もしなければ年齢とともにどんどん下がっていってしまいます。少しのご飯の量を減らせば痩せられた20代30代の頃とは違い、40代からは努力をしてもなかなか痩せられなくなるのはそのためです。僕自身がまさに本当その通りで、やっぱ40ぐらいがもう一気にやっぱ30代後半から40になって、もう80キロまでいってしまってですね。それあれですよね、その40になって、たくさん食べるようになったから太ったんじゃなくて、違いますね、同じ生活をしてたら自動的にっていうことですよね。もう自動的に太りました。毎年1キロずつ太りました。これはもう僕の実体験なので、もう基礎代謝下がって間違いないですね。そうですよね。食べる量は変わってないです。でもどんどん目方だけが増えていくっていう、もう本当辛かったですね。で食事と、あとやっぱりその筋トレですね。トレーニングを始めて、今の現体重、今は65から7ぐらいの間をずっとキープしてるんですけど、先生ちなみに私の一つ、お若いということで50代半ばにして40代の時よりも、15キロ痩せてますので。はい、基礎代謝量は個人差が大きいのですが、成人男性で1日約1500キロカロリー、成人女性で1100キロカロリーぐらいが平均だと言われていますが、50代以降は残念ながらもう少し低いです。そしてこの基礎代謝、さまざまな体の働きの影響を受けて常に一定ではないんです。正確に測定することが難しいものなので、過去のダイエットの理論ではこれに着目することを省いて、食べ物の摂取カロリーマイナス運動での消費カロリーという目に見えやすい数値だけで語られるようになってしまったんです。でも本当は基礎代謝は1日の総エネルギーの60から 70% を占めると言われていますから、ほとんど大半ってことなんです。だから基礎代謝量が多い方は寝ているだけでも生きている限りしっかりとカロリーを消費できるんです。ダイエットにこれを使わない手はありませんよね。基礎代謝量を上げる方法。1、筋肉量を増やす。基礎代謝量を上げる方法として筋肉をつけることがまず一番に挙げられます。筋肉に使用されるエネルギーが基礎代謝のうち 25% 近くも占めているからです。女性より筋肉量が多い男性の方が基礎代謝量が多いのもそのためです。ずるいですよね。女性でも筋トレをしている方は基礎代謝量が高くて、たくさん食べても太りにくい人が多いわけです。筋肉がつくと体温も上がって免疫力も向上するので、健康面においてもいいことだらけ。女性が筋肉をつけたらムキムキになってしまうとおっしゃる女性がいますが、女性がちょっとやそっと筋トレをしたところでそんなにムキムキになるほど筋肉は大きく成長しないので心配はいりません。ムキムキになったり筋肉が目に見えて1センチ分厚くなるなんて簡単なことじゃありません。ジムでものすごいバーベルを使ってビルダーさん並みに頑張らないとそうはなりませんから。普通に筋トレを頑張っても引き締まったり張りが出たりボディラインがきれいになる程度です。まずは衰えている筋肉を働かせて鍛えて育てていきましょう。有酸素運動で脂肪が燃焼するというのは 100% の間違いではないのですが、そのイメージよりも心臓や肺を鍛えたりアクティブな血管を増やすことで基礎代謝を上げるというイメージなんですよ。基礎代謝を上げる方法その2、肝臓をいたわる。筋肉の次に基礎代謝の消費率が高いのが肝臓です。肝臓が疲れていると基礎代謝量が落ちてしまいます。
そして大雑把な言い方になりますが、食べたり飲んだりしたものをエネルギーとして使うのか、蓄積燃料にして蓄えてしまうのかを判断して処理するのが肝臓の仕事です。通常ならある程度の過剰すぎない摂取物は蓄積側に回らないように的確に振り分けが行われているのですが、アルコールを摂取した途端に、アルコールというのはある意味体にとっては普通ではないもの、ある種の危険物の扱いになるので、肝臓は一気にアルコールの分解だけを最優先事項として働いて、その他の摂取物の選別作業を放棄してしまうんです。とりあえず全部備蓄行きというふうにスルーしてしまうような状態になってしまいます。お酒をたくさん飲む方はおつまみ程度にしか食べていないのにどんどん太る。反対にお酒を減らしただけなのにどんどん痩せるというのは、お酒自体のカロリーの問題ではないんです。さらにアルコールを肝臓で分解させる際にタンパク質が大量に使われてしまうため、せっかく筋肉を育てて全身の基礎代謝を上げようとしているのに、筋肉が育てない状況になっていってしまうんです。さらには飲酒するとコルチゾールという筋肉を分解して溶かしてしまう作用のあるホルモンが増加するのは有名な話ですので、せっかく引き締まった美ボディのために必要な筋トレをしていても筋肉が溶けて台無しになってしまうんです。飲酒の量や頻度を極力下げて、糖質の少ないお酒をトレーニング後 4,5 時間以上空けてからにする。飲酒前にタンパク質を吸収させておくためにプロテインを飲む。休肝日を十分に摂るなど心がけましょう。なお、お酒を飲むとぐっすり眠れるような錯覚を起こしますが、実際体の中ではそうではなくて、アルコールの分解後に出されるアセトアルデヒドによって眠りの質がとても浅いものになることが分かっています。眠りが浅くなってしまうと、若返りホルモンとも呼ばれる成長ホルモンが分泌されなくなってしまうため、筋肉の合成は行われなくなってしまうし、美容面の若々しさにも大ダメージです。トレーニング後 4,5 時間空けてお酒を楽しむというのは、朝やお昼にトレーニングタイムを作れない方にとってはちょっと厳しいかと思いますので、その場合平日は体作りに専念して、週末はお休みにして程よく飲酒をたしなむというメリハリ生活がダイエット面、美ボディ作り、美容面全体的にうまくいくのではないでしょうか。基礎代謝を上げる方法その3、バランスよく食べる。基礎代謝量は一定ではないです。様々な影響を受けて変動します。その中の一例でとてもショッキングなことがあります。摂取カロリーを減らすと基礎代謝量は最大で 40% も減少する。逆に摂取カロリーを増やせば基礎代謝量は 50% も増えるということです。カロリーを減らしてはダメで、正しい食事をしっかりとることが重要なのです。アンダーカロリーを作らなきゃと、例えばコンビニで食事を選ぶときに500キロカロリー以内に抑えようとサラダとおにぎりだけにする方って多いですよね。低カロリーなので良さそうに感じますが、それでは炭水化物と野菜のみで栄養のバランスが悪い食事になってしまいます。お腹を満たすには量も足りないので、すぐにまたお腹が空いてしまいます。同じようにファストフード店でもハンバーガーとゼロカロリーコーラだけなら500キロカロリー以内です。でもそのようなアンダーカロリー生活を続けていても痩せることはできません。少なくとも体脂肪は落ちません。それは栄養バランスが悪くて体の中のあらゆる機能が低下してしまうからです。カロリーが少しくらい高くなっても、タンパク質源であるお肉、魚、卵、豆腐など、それにビタミンやミネラルも取り入れて食べる方が、ちょっとしたコツさえ知れば結果としてずっと痩せやすいメニューになると言えます。必要な栄養素が不足すれば、体はむしろ体脂肪を蓄えて身を守ろうともしますし、そもそも体調を崩したり、お肌が荒れたり、エネルギーが湧かなかったり、イライラしたりと様々な不調が起こるのは目に見えていて、そのような不健康な状態を新習慣として永遠に続けても、痩せないどころか健康にも美容にも大打撃しかありません。バランスが良くてダイエット効率もいい食事をどう組み立てるのか。大切なのは PFC バランスです。プロテイン、タンパク質、ファット、脂質、カーボハイドレーツ、糖質。タンパク質不足が起きると脳は空腹だとサインを出してしまうことが分かっています。なぜかいつも食べたい気持ちに支配されて自分を制御できないあなた。
ほぼ確実にタンパク質不足による脳の空腹サインに振り回されています。タンパク質不足は必要以上の空腹感を発令させてしまうので、絶対に避けなければなりません。糖質の減らしすぎも同様のことが起きるんです。同じ300キロカロリーでも、お肉やご飯での満足感とスナック菓子での満足感、格段に違いますよね。それ、脳の仕業なんです。こういう満腹信号を妨げるような食事の取り方をしていると、長期間安定したメンタルで正しい食生活を続けるのが難しくなるんです。すでにカロリーオーバーなのに、ずーっと空腹感や口寂しさに苛まれて食衝動が抑えられなくなる。これは脳のメカニズムのせいで、あなたの意志の弱さのせいではないんです。数多くの実験によって信頼性が高くて面白い説があります。シドニー大学のデイビッド・ローウェンハイマー教授とスティーブン・ジェイ・シンプソン教授によれば、人間を含むあらゆる生物は必要量のタンパク質を摂るまで食欲が収まらないということが数多くの研究や実験で示されていると言っています。タンパク質の含有量が少ないものを食べれば食べるほどもっと食欲が増してしまって食べ過ぎてしまうという説なんです。怖いですよね。具体的に何をどのぐらい摂取していけばタンパク質不足や糖質不足にならずに適正で脳が安定した満腹を感じてくれるのか、そして筋肉量を減らさずに脂肪だけを落とすことができるのか。実は今回ヘルシーセクシーフィットネス1万人のお祝いを今井先生がプレゼントしてくださいました。サクッと学べる動画ガイドブック、脂肪燃焼に最適な PFC バランスとは。これを今ご覧の皆様が無料でゲットしていただけるように合言葉をこの動画の最後に発表しますので、これを機会に PFC バランス、正しい1日の食事の目安は絶対に学んでおきましょう。